こんにちは、ボイストレーナーのちひろです。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、レイニッチさんとシェイン・オロックさんという方、カナダの方なんですけれども、コラボでブレンゲを歌っている動画があるんですね。で、それのクオリティがめちゃくちゃ高かったので、今回リアクションしていきたいと思います。シェインさんはカナダの方で、日本がめちゃくちゃ大好きらしいんですね。なんでこの2人がコラボしてるのかなと思って見たらですね、お二人ともソニーミュージックエンターテインメントの方からデビューされてるので、多分そのつながりなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、本当に歌唱力高い2人なので、早速チェックしていきたいと思います。やっぱ綺麗。クリアで力強いですね、声がね。で、いろんな方が演奏してると思うんですけれども、ギターの方とかベースの方とかドラムの方とか、みんなそれぞれ有名な YouTuber さんみたいなんですね。インドネシアの方、カナダの方、台湾の方とか、こうしてみると本当に音楽って国境関係ないなって思いますね。原曲キーなんですけども、当然女性キーですよね。でもシェインさん、地声とファルセットうまく使い分けてますよね。歌唱技術がすごい高いと思います。重なった時の声の透明感半端ないですね。最初のどうしたって消せない夢も止まれない今も、ここはユニゾンで歌ってましたね。男性の声と女性の声でそれぞれ同じキーでユニゾンしてるのがかっこいいですね。で、誰かのために強くなれるならって言ってるんですけども、なんかここってリサさんの場合は誰かのために強くなれるならって言ってるんですよね。なんですけどレイニッチさんの場合は誰かののを少しフォールして落としていったりとか、なれるならのラを落として歌ったりしてるので、スピード感が出てるような感じですね。これもこれですごいかっこいいんですけども、誰かのために強くなれるならありがとう、こんな感じですよね。ちゃんとスピード感が際立ってる感じですね。で、あと世界に打ちのめされて負ける意味をしたグレーの花よ咲き誇れ、ここはシェインさんは一人で歌ってるんですね。で、男性なんですけども、原曲キーでしかも綺麗に、裏声も使って歌い上げてるので、インパクトがありますし、逆にこう一人の方が男性で歌ってるその良さが際立つんですよね。なんであえてここを一人で歌ったと思うんですけれども、あと原曲のリサさんの場合だと、力強く地声で言ってる部分も多いんですけれども、今回シェインさん裏声もたくさん使って歌ってるんですが、なんか物足りなさ感じるのかなっていう風に思ったんですけども、全然かっこいいですよね。バックの演奏が弱いとかそういうことではなくて、バックの演奏もちゃんと鳴らしているのにもかかわらず、その声で成立させているのがすごいなと思います。稲光のそが耳を刺す戸惑う心の戸惑うのところがおに聞こえますね。戸惑う心、こんな感じで聞こえたんですけれども、原曲を聞くとおっぽく聞こえるんですけど、ちゃんとうって言ってるんですね。なので戸惑う
が正解なんですけれども、レンリチさんの場合、音で覚えていらっしゃるっていうことなので、戸惑おーっていうような感じで覚えてしまっているのは仕方ないと思うんですけれども、これはこれで全然良さがあっていいかなと思いました。で、あと、戸惑う心。で、ロに関しては、ちょっと巻き舌ですね。戸惑う心。このあたりまでもしっかりコピーしてくるので、コピー能力は半端ないですね。すごくないですか？言葉的に日本人でも早くて歌えないっていう人結構いると思うんですけれども、海外の方なのにちゃんと発音できてるっていうのがすごいですよね。しかも発音も完璧じゃないですか。本当にすごいですよね。英語のところは言いやすいんだと思うんですけれども、それ以外のところもしっかり発音できてるっていうのが素晴らしいです。乱暴に敷き詰められた飛べただけの道も本気の僕だけにあるわれるから乗り越えてみせるよ。全部ハモリ。多少声加工しているとは思うんですけれども、うまく同調してて綺麗ですね。簡単に片付けられた守れなかった夢も不眠の心臓に根生やしこの地に宿って最後のハモリすごい綺麗でしたね。最初綺麗すぎてうまく聞こえなかったんですけれども、根を生やしこの地に宿ってに対して根を生やしこの地に宿ってって言ってますね。なんでこんな感じですね。シンプルに3度のハモリなので一番綺麗なハモリですよね。演奏もすごくシンプルですね。人知れず儚い散りゆく結末無情に破れた悲鳴の風吹く誰かの笑う影誰かの泣き声誰もが幸せを願ってる。基本的に日本語の発音すごく綺麗なんですけれども、人知れず儚い散りゆく結末の「つ」の発音が結末みたいな感じで、やっぱりちょっと発音の癖っていうのが出てきてるんですけれども、これ話し声だと気になると思うんですね。でも歌になると全然気にならないんですね。これなんでこういうことが起こるかっていうと、そもそも最近の J-POP も全部そうなんですけれども、発音の仕方とかが結構英語寄りなんですね、全部。例えば分かりやすいところで言うと、強くなれる理由を知った僕をって自然に行くじゃないですか。でも僕をのおって WO なんで、英語的に発音するとウォなんですよね。なんで僕を歌の中でウォって言っても全然違和感ないですよね。でもこれ話し言葉で普通に会話の中で僕をって言うとおかしいじゃないですか。でも歌の中で僕をっていうのは全然違和感ないですね。そういうことが海外の方が例えば日本語の歌を歌ったりとかした時に結構起こっているんですけれども、歌になると全然気にならないっていうのはそういう理由があります。どうしたって消せないよな、止まれないまま誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。最初のどうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるなら、ここまでユニゾンでありがとう悲しみよ。ここハモリ入ってきましたね。めちゃめちゃインパクト。最後のサビなんで最初ユニゾンも取り入れつつ、その後ハモリを持ってきてしっかり盛り上げる方向に持ってくるというような感じだと思います。世界に打ちのめされて負ける意味を知ったくれるの羽を咲き誇れ運命を照らして運命を照らして
最後ユニゾンとハモリ両方混ぜてきましたね。めちゃめちゃかっこよく仕上がってます。男女の差はあると思うんですけれども、2人とも高音になった時の声の太さとか明るさが結構同じ感じなので同調しやすいっていうのはあると思いますし、良い意味で声が一つに聞こえるんですね。なのでこの2人のコラボっていうのは男性と女性なんですけれども、すごく声が溶け込みやすい2人なんだと思います。ぜひもっとお二人のコラボ聞きたいですね。はい、それでは以上です。いや、すごいですね。やっぱ音楽って国境ないなって改めて思いました。演奏してる映像もいっぱいあったと思うんですけれども、グレンゲってこう聞いた時にすごい難しそうな感じの曲に聞こえると思うんですね。でも、使ってるコードは本当にシンプルなんですね。多分5、6個ぐらいしかコード出てこないんじゃないかなと思います。例えば、ピアノで言うと、ほとんど白いところしか使わないんですよ。黒いところほぼ使えません。1つかな。ファのシャープしか使わないんですよ。なので基本的に白いところだけで演奏できちゃうんですね。ギターさんもベースさんもピアノさんもかなり演奏しやすい曲だと思うんですね。もちろん演奏のパターンであったり演奏の奏法であったりとかっていうところまで完璧にコピーしようとするともちろん難しいとは思うんですけども、使ってるコード自体はすごくシンプルなので、人気な曲ですし、もしこの曲を聴いて新たに楽器にトライしたいとか考えている方がいらっしゃいましたら、すごく入りやすい曲だと思うので、試していただけたらなと思います。この元の動画のリンクも概要欄に貼っておきますし、レイニッチさんのチャンネルとかシェインさんのチャンネルも概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは以上です。この動画を見ていただきましていいねと思っていただきましたら、いいねボタンとあとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴どうもありがとうございました。